皆さんこんにちは、ななみです。今回は前回の動画でご紹介したトレーダージョーズの購入品を使って作った6日間の夕食メニューをご紹介したいと思います。どれも簡単に作れるご飯なので概要欄のレシピをチェックしてぜひお家でも作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。トレーダージョーズの購入品で6日間の夕食紹介スタートです。皆さんこんにちは、ななみです。今この動画の編集中なんですが、オープニングを撮り忘れたことに気づいて急遽、DIY 中のバスルームをバックグラウンドに私の小さなオフィスで撮影しております。前回の動画はトレーダージョーズの購入品紹介だったんですが、そちらの動画をまだご覧になられていない方はぜひ一緒にチェックしていただけると嬉しいです。今回の動画はその購入品を使って夕食紹介ということだったんですが、実はですね、前回の動画からかなり時間が空いてしまっています。その理由はですね、トニーの家族全員でメキシコはカンクンに旅行に行ってきました。本当はこの動画までアップロードして旅行に行くはずが、最後ドタバタしてしまってですね、間に合わず今回帰ってきてから撮影しています。ということで、前回購入した商品はもう撮影せずにそのまま調理して家族全員で食べてしまいました。ということで今回またトレーダージョーズにお買い物に行ってきてるんですが、前回の購入品紹介動画で登場していない商品もいくつか登場しますので、そこら辺も楽しんでいただけるかと思います。メキシコの旅行動画はですね、この動画の後にアップロードする予定ですので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。トニーの家族はイースターの動画にも登場していますので、そちらの動画をチェックしていただけるとトニーの家族がどんな感じなのかっていうのがわかるかと思います。ということで、前置き長くなりましたが、1日目の夕食紹介スタートです。まずはですね、今回紹介するのはひつまぶしです。冷凍のスズキを使って作っていくんですが、 YouTuber のみつパパさんからインスピレーションを受けて初め作ったんですが、本当に美味しくできたので皆さんにもご紹介したいと思います。本来であれば普通に白ご飯の上にそのひつまぶしを乗せて家族に出すんですけれども、今回はもう特別にということで冷凍のしいたけも使って炊き込みご飯を作っていこうと思います。今回はひつまぶしと炊き込みご飯と蒸し野菜ですねの献立で作っていこうと思います。で、このようにですね、冷凍のスズキは蓋を開けて、ここに水と塩を入れてそのまま解凍しているところです。スズキを解凍している間に炊き込みご飯を作っていこうと思います。ね、本当に行ってきてこんがり日焼け止め塗ったんですけれども、カリブ海の日差しは強いということで真っ黒になって帰ってきました。今回の炊き込みご飯には早炊き用の玄米を使っています。そしてこちらトレーダージョーズで購入した冷凍のしいたけを使っています。このしいたけは解凍せずにそのまま炊飯器にポンと入れて OK です。すでにスライスされているので切る手間もなくとても楽ちんなんです。ここに白だし 20cc、 酒 70cc、 醤油 10cc、 塩3つまみを加えていきます。これは3合分の分量になっています。調味料をすべて入れたら炊飯器の目盛りに合わせてお水を注ぎますが、しいたけからも水分が出るので少し少なめに入れるのがポイントです。あとは普通に炊飯器のスイッチを入れればしいたけの風味たっぷり炊き込みご飯の完成です。はい、で蒸し野菜を作っていくんですが、これがこの前買ったさつまいもです。袋には紫芋って書いてあったんですけど、中切ったら普通のさつまいもなんですよ。見てください、ほらねえ、これ紫芋っていうのは中が紫だから紫なのに、多分ね皮が紫だから紫って思っちゃったのかな、わかんないですけど、はい、一応普通のさつまいもと、これがねトレーダージョーズで一応買ってきたナスです。あとあったのがキャベツで、これがねお庭で採れたズッキーニです。まだちょっと小さいんですけども、すんごい今年ズッキーニを埋めてまだバンバン出てきそうなので、ちょっと小さめで
取りました。なんでね、ちょっと彩りが紫見てください。ちょっと紫だらけなんですが、はい、まあ一応健康的にはいいので、はい、ということでこのね、せいろの中に入れて蒸していこうと思います。日本のさつまいもって実はアメリカではあまり馴染みのない種類なんです。なのでトレジョで購入できるのは本当にありがたいことです。アメリカで主流なのは中がオレンジ色のヤムと呼ばれるお芋。こちらでは感謝祭の時にスイートポテトキャセロールとして食べるのが定番で、このキャセロールレシピもいつかシェアしたいなと思っています。自分で育てたお野菜って本当に美味しいですよね。今回私は土作りに失敗して他のお野菜の雲行きがちょっと怪しいです。特に玉ねぎとか全然大きくなっていないんですが、そのうちガーデンツアーもやりたいと思います。そしてナスもアメリカのものは本当に大きいです。種がゴロゴロ入っているので取り除くとより美味しくなるのですが、今日はめんどくさくてそのまま入れました。味は日本のナスとほぼ変わりません。こんな感じで冷蔵庫に余っている野菜をせいろに詰めて蒸していきます。本当にシンプルな蒸し野菜なんですが、せいろで蒸すと本当に野菜って美味しくなりますよね。沸騰しているお鍋の上にせいろを乗せて、今回は15分から20分ほど蒸しました。そうしているうちにスズキが解凍できたので、こちらの準備をしていきます。まずは解凍したスズキをキッチンペーパーの上に取り出して、表面の水分をしっかり拭き取ります。ここでしっかり水分を取っておくと、この後揚げ焼きした時にカラッと仕上がるので、ひと手間ですがとても大事なポイントです。次にそのスズキをジップロックの中に入れて片栗粉をまぶしていきます。今回片栗粉がなかったのでタピオカでんぷんで代用しています。どちらもない場合はコーンスターチでも代用することができます。揚げ焼きする前にタレを作っておきます。今回使うのはトレーダージョーズで買ったココナッツアミナスという調味料です。ココナッツの花から取れる樹液を発酵させて作られたグルテンフリーのお醤油代わりの調味料で、アメリカではよく使われています。醤油と全く同じ味というわけではないんですが、こうしてタレとして他の調味料と混ぜて使うとそこまで違いは気にならなくなります。はい、それではフライパンにたっぷりの油を注いで揚げ焼きしていきます。普段この魚をキッチンで揚げてしまうと家中がすごい臭くなるので、キャンプ用のコンロを使って外で揚げています。なんですがそのコンロが今回見つからなくて、しぶしぶキッチンで揚げております。このスズキは揚がってくると身が本当にホロホロ崩れてきますので、揚げている間はなるべく触らないのがポイントになります。カリカリに揚がったようなので取り出していきます。ここで本来であればフライパンに先ほどのタレを入れて加熱してから切らずにスズキを戻してタレを絡めていくんですが、今回なぜか私は切ってしまいました。はい、皆さん同じ間違いはせずにそのままタレに絡めてください。ここで先ほど調合したタレをフライパンに移して煮詰めていきます。今回私は甘みとしてメープルシロップを使いました。この状態だとまだタレがサラサラしているので、もうちょっと煮詰めても良かったかもしれません。はい、ということでひつまぶしが完成しました。今回はご飯の上ではなくお皿にそのまま盛り付けています。炊き込みご飯を作らない場合はご飯の上にそのまま乗せていただくと、このタレがですねご飯と絡んですごい美味しくなります。今回トッピングにネギとシソを乗せました。ここにごまを振ってもとっても美味しくなると思います。はい、ということでひつまぶし完成しました。炊き込みご飯もできたようです。混ぜていきます。カメラ越しだと分かりにくいかもしれないのですが、しっかりそこにはおこげもできていました。そしてですね、この椎茸のとてもいい香りが食欲をそそります。
蒸し野菜の方もいい感じにできました。この竹の匂いがね、蒸し野菜と合わさって本当にいい香りがしています。ドレッシングはシンプルにオリーブオイルと塩麹とレモン、そしてあと塩ですね、それを混ぜて作りました。こちらは蒸し野菜に絡めていただきます。トニーがちょっと子供をね、ばあちゃん家のうちに迎えに行ったんですが、その間にちょっと全部試食したいと思います。はい、ということでひつまぶし蒸し野菜炊き込みご飯が完成しました。それではね、試食を早速していこうと思います。普通に美味しい。もう絶対試してもらいたいです。これはきのこは冷凍することで旨味が増すそうなので、本当にお手軽にできてこの美味しさなのでおすすめです。あとはひつまぶしですね。このね、カリカリになってるところが美味しいんですよ。間違いない。これが庭で育てた赤しそなんですけれども、一緒に食べることによってね、さっぱり感が増します。抹茶さんが見てる本当に美味しい。でこれがね、疑惑の紫芋、普通のさつまいもなんですが、塩麹のレモンドレッシングですねにちょっとつけていただきます。ちょっと皮は苦い。だから取った方がいいかも。でもドレッシングがさっぱりして美味しいです。レモンのさつまいも2本の、ちょっとズッキーニも試していいですか。これお庭の初どれ。とろける。家族が帰ってくる前にこんな食べちゃって申し訳ないんですけど、美味しい。抹茶家族待つ気ないですよね。でもそのぐらいちょっと美味しいです。ここね、キャベツ落としたんですけど、やっぱり抹茶はプリンセスなので食べなかったです。ということですっごいがっつり食べ始めてしまったんですが、うちのね旦那が子供を迎えに行ったまままだ帰ってきてないので、おとなしく食器洗いでもして待ってようと思います。ということで今日は和食を作ってみました。やっぱりアメリカ生活が長くなるんですが、いつ和食を食べてもほっこりするなと思います。生姜のドリンクの試食を皆さんの前でしてないやと思って今日したいと思います。私はいつもこのぐらいのお水ですねを入れて、こんな感じで 100% ジンジャージュースミックスドリンクミックスって書いてあります。これね結構入ってるんですよ。こんな感じでちょっとすんごいダマになってるんですけども、これをかき混ぜていきます。もうこれは本当にパンチがすごいんですよ。でもこれをね食後に飲むと本当に消化の手助けをしてくれる感じがして胃もたれしにくいんですよ。ちょっとお箸で混ぜて行儀悪いんですが、こんな感じですんごい生姜の色してませんか。いただきます。もうねここが焼ける辛いんですけど絶対免疫にいいと思う。風邪のね引き始めとか絶対飲んだらすぐ治りますよ。これもうねまずいんですよ。本当にまずいっていうか痛い飲みましたということでジンジャージュースの紹介でした。今日はですねシュワルマチキンを使ってちょっとメディタレーニアンチックなディナーを作っていこうと思います。前回の動画でタジキソースを紹介したと思うんですけれども、今回タジキソースを買い忘れてしまったので、代わりに買ったカシューナッツでタジキソースを作っていこうと思います。ということで早速始めていこうと思います。本来タジキソースはヨーグルトで作るんですが、今回はカシューナッツを使って作っていきます。まずカシューナッツを柔らかくするためにお湯でふやかしていきます。これをですね10分から15分ぐらい置いておきます。その間にこのチキンをオーブンで焼いていきます。このチキンはですねもうすでにシュワルマチキン用のスパイスがマリネされているので、焼くだけで簡単にできてしまいます。こ
これをですねピタにラップするとまた美味しいランチができます。このちっちゃいディルさんなんですが、種を埋めてようやく出てきました。ユタはね野菜を育てられる期間が本当に短いので、室内でね種を始めて埋めればいいんですけれども、ライトがないのでねそのまま地植えしてやっと出てきてくれたところです。これはタジキソースですね。でこちらがもう毎年生えてくれるミントちゃんたちです。これはタブーリの中に入れます。こちらはトレーダージョーズで買ってきたオーガニックのトマトになります。これをみじん切りにしていきます。こちらのトマトはタブーリと呼ばれる中東のサラダに使います。パセリも同様に水洗いした後みじん切りにしていきます。パセリは豪快に1束使います。そしてお庭で採れたミントも同じようにみじん切りしてサラダの中に入れていきます。そして小ネギですね。こちらもみじん切りにしてサラダの中に入れていきます。もう見ての通りハーブたっぷりなサラダになります。そして最後にきゅうりもみじん切りにして加えていきます。夏に食べると本当にさっぱりするサラダです。おすすめなので皆さんもぜひ作ってみてください。一旦すべての野菜を入れ終わったら混ぜていきます。ここで本来のレシピはデュラム小麦と呼ばれるものを蒸してから乾燥させて、またお湯で戻したものを入れるんですが、ここで私は黒米を入れました。黒米と一緒に蒸したキヌアも入っています。そこに大さじ2から3のオリーブオイルとレモンジュースを加えていきます。そしてお米がベトベトにならない程度にさっくりと混ぜていきます。先ほど入れ忘れたんですが、ここで塩を入れて味を調整します。胡椒も適量好きな分だけ入れてください。そして最後に混ぜ合わせて完成となります。もうご覧の通り色鮮やかで本当に見てるだけでも美味しそうですよね。これは夏にさっぱりいただけるサラダです。これだけで食べても本当に美味しいので皆さんぜひ作ってみてください。はい、そうこうしているうちにカシューナッツが柔らかくなったので、ここでタジキソースを作っていきます。レモンジュースとお水とお塩を加えてソースのベースを作っていきます。ここでバイタミックスだったりブレンテックを持っているとソースのベースが本当に滑らかになるのでおすすめです。はい、私のバイタミックスは大学生の時に中古で買ったんですが、もう10年以上使っております。はい、そしてベースができたんですが、その中にさっきのディルとキュウリを加えました。ここでですねディルの風味がちょっと足りなかったので乾燥させたディルも加えました。最後にこちらのトレーダージョーズで買ってきた冷凍のナンを焼いていきます。エアフライヤーで2分加熱してできます。こちらエアフライヤーがない場合はオーブンでもできますし、それもめんどくさければトースターで作ることもできます。そしてお庭でさっき摘んできたミントなんですが余ったのでお茶にすることにしました。はい、ということでシュワルマチキンも完成したので一口大に切り分けていきます。この端っこのまたカリカリになったチキンが本当に美味しいです。買ってきたのにちょっと手間がかかってるように見えませんか？見てください。ナンもしっかり焼けました。すごい、並べただけでもすごい美味しそうじゃないですか？はい、ということでお皿に盛り付けていきます。このように一つのプレートに盛り付けることで海外のおしゃれなカフェで出てきそうなディナープレートが完成します。こちら中東料理のシュワルマチキン完成しました。いかがでしょうか？ Mint from the garden. Your body is happy. Life says I want some. はい、ごちそうさまでし Call her た。抹茶、抹茶 girl。今お昼の時間なんですが、今日は私が今とってもハマっている韓国料理のコングスクという豆乳の冷麺
を作っていこうと思います。今回使うトレーダージョーズで購入したものはこのお豆腐とボーンブロスになります。このお料理は本当に一瞬で、もう麺を茹でている間にスープも完成しますので、本当に簡単にできてしまいます。で、お肉はお昼に食べる場合はもうめんどくさいので入れない場合があるんですけれども、夜ご飯にする場合は豚バラを入れたりとかゆで卵と一緒に食べると本当に美味しいと思います。今暑い日がユタでも続いているんですが、これは本当にさっぱりしていて夏バテにもいいですし、さっぱりしてるんだけどとっても濃厚なので満足感もあるっていうことで本当に好きで、もうほぼ毎日食べてる状態です。と中に入れるのは豆腐とごまとアーモンドバターは手に入らない場合は練りごまで代用してもいいと思います。それかピーナッツバターでもいいですし、それか、練りごまの分量を減らしてふかしたり茹でたりしたさつまいもをちょっと入れても濃厚になって美味しいかと思います。そして今日はですね、もう本当に暑いのでさっぱりいきたいということでキムチときゅうりを添えていこうと思います。で、トレーダージョーズにはですね、食べるラー油も売っていて、これもトレーダージョーズで買ってきたものなんですが、これもちょっと味変に使いたいと思います。トッピングでですね。あとはですね、胡椒とか一味を入れると、それもまた味変してとっても美味しいです。で、そうめんまたは私がこの愛用している、米粉でできた麺を私は使って料理していきたいと思います。まずはお鍋にお水を入れて沸騰させていきます。そして今回この豆腐1パックすべて使います。余った分は翌日のランチに使えますので、私はいつも余分に作っています。ここにごまを大さじ2入れていきます。白ごまでも黒ごまでもどちらでも構いません。そしてアーモンドバターですね。ナッツ類のバターであれば何でも大丈夫です。これはコクを出すために入れています。そして最後にボンブロスを入れて、あとはミキサーで攪拌していきます。ボンブロスが手に入らない場合は普通に豆乳で作っていただいて構いません。本来のレシピは大豆を煮てから豆乳にして食べる麺なので、豆乳を入れた方が本場の味に近くなるかと思います。はい、さてこんな感じで攪拌し終わりました。とてもトロトロで美味しそうなスープベースが出来上がりました。トッピングはきゅうりを薄くスライスしていきます。はい、そんなこんなで麺が出来上がったんですが、茹で上がった後は冷水で洗い流してください。そしてさっき作った豆腐ベースのスープをたっぷり入れていきます。これはですね、いっぱい入れた方が断然美味しいです。今回トッピングにきゅうりと、さっぱりするためにキムチを入れました。ここで追加のごまを振って完成となります。いかがですか？すごい美味しそうじゃないですか？もう本当に夏暑い場合はここにそのまま氷を入れてもいいかと思います。そしてですね、味変で私は胡椒と一味ってさっき言ってたんですが、七味を振るのが好きです。で、私すっかり忘れていたんですが、ここにさっきの食べるラー油を入れても美味しいです。完成しました。はい、それではね、早速食べていきたいと思います。いただきます。もう本当に美味しい。もう最高です。こんだけ食べても本当に消化しやすいものだけでできているので、お昼に食べても午後だるくなるってこともないですし、夜食べても本当にさっぱり食べられます。はい、なので本当に大好きです。これはね、汁多めでひたひたにして食べるのが一番美味しいです。これは絶対試してもらいたい。もう本当に美味しいから、そうめんに飽きた人はね、これ食べてもらいたいです。はい。で、この中にはボンブロスが入っているので本当に胃腸に優しいです。もしね、見つからない場合は豆乳でも、はい、牛乳でもいいですし、もう何もなければお水で作ってもいいです。で、
木綿でも、絹ごし豆腐でも両方でできます。付け足す水分を調整することによってサラサラにしたりとか、もうこっくりなスープにもできるので、それは自分の好みで変えてみるのが一番いいと思います。じゃあこれからね、全部食べたいと思います。今ちょうどですね、ご飯を食べ終わって、さっきの昼ご飯で今時間があるので夕食を作ろうと思います。今回作るのは、チリですね。チリはアメリカのなんて言うんだろう、ちょっとメキシカンな、アメリカで生まれたメキシカン料理なんですけれども、豆とかね、野菜がいっぱい入ってるミートソースみたいなんだけれども、メキシカンのスパイスで味付けされた本当にミートソースって感じのご飯です。はい、ミートソースなんですけれども、こちらの人の感覚ではスープとして食べています。とってもこっくりしたスープで美味しいですよ。はい、ではまず玉ねぎをみじん切りにしています。はい、こちらの玉ねぎとっても新鮮で目が痛くなっているところです。はい、続きまして人参も同じようにみじん切りにしていきます。お肉を入れないレシピで今回は作ろうと思います。こういったね、しっかり味付けされている料理を食べれば物足りないみたいな感じにはならないので、はい、信じて作ってみてください。これね、本当はセロリがあればいいんですけどなかったので、このねマッシュルームで代用します。ということでマッシュルームも同様にみじん切りにしていきます。今回作り置きができるようなレシピになっているので、大きなお鍋で作っていきます。ここにですね、少量のお水を入れて炒めていきます。油でももちろん構いません。ここにですね、赤レンズ豆をそのまま入れていきます。レンズ豆はすぐ火が通るので水に浸しておく必要はありません。そのまま加えてください。そして、トマトの水煮缶とトマトソースも同量に加えてください。そしてボーンブロスも一緒に加えて火を通していきます。ここに水煮された黒豆も一緒に入れました。材料をすべて入れたら煮込んでいくんですが、この間にスパイスも一緒に入れていきます。スパイスはかなりたくさん入れるので、概要欄のレシピをご覧ください。本当にちょっとだけ。こちらはシナモンですね。ぐらい。水分量が足りなかったのでボーンブロスを入れて調整しているところです。煮詰めていく前はサラサラの状態がいいです。チリっていうだけあって辛いものがダメなお子さんがいない方はチリパウダーを入れてください。私はね、パプリカで代用してます。はい、見てください。こんな感じで煮詰めていくとカレールーみたいにこっくりした感じになります。そしてさらに煮詰めて、このもったり感わかりますか？こんな感じになったら完成です。そしてですね、ハンドブレンダーで4分の1分を攪拌してください。そうするとよりこっくりしてもったりした美味しいチリが出来上がります。はい、ブレンダー本当にね優秀ですよ。お鍋のまま入れたままブレンドできますからね。はい、本当ね、ずっと壊してしまって買ってなかったんですけれども、最近やっぱり必要だってことで買い直してよかったです。これはね15ドルとか20ドルぐらいで買えてしまうんで、はい、ぜひ皆さんも買ってください。そうするとね、よりもったりしたのが分かりますか？はい、より濃厚にもったりした食感になるんですよ。はい、ここでチリと一緒に食べていくポテトフライですねを一緒に作っていきます。今回じゃがいもとこの前買った紫芋というか普通のさつまいもを一緒に混ぜていきます。こんな感じでオーブントレーに乗せて塩を振ってオーブンで焼いていきます。油をコーティングするともっと濃厚でカリカリなフレンチフライができるんですけれども、今回そのまま何もつけずにオーブンで焼いています。そして今人参と玉ねぎを切って電子レンジで温めるところなんですが、こちらの材料はなんとチーズソースに使っていきます。はい、
別のお鍋でじゃがいもを茹でていたんですが、こちらも玉ねぎと人参と一緒に電子レンジで加熱しても全然問題ありません。皆さん好きなようにやってください。そしてここで調味料をまたブレンダーに加えていきます。これらの調味料を混ぜることで本当にチーズの味がするソースができるんですよ。もうびっくりじゃないですか。もうお野菜を取りながら濃厚なチーズソースを楽しむことができるという、なんとも健康的なレシピなので、ブレンダーを持っている方は皆さんぜひ作っていただきたいレシピになっています。このソースがあるだけでチリのレベルが格段にアップします。ここに水1カップ入れるの忘れてました。ちょっと入れてきます。さっきチーズソースに入れたニュートリショナルイーストって呼ばれる調味料は本当にイースト菌を加熱させて乾燥させたものなんですが、それがチーズの味がするベースになっています。こちらは Amazon で買えるので皆さんもぜひチェックしてみてください。トレーダージョーズでも売っているんですが、今回行った時は売り切れていました。そろそろ完成が近づいてきたのでトッピング用の玉ねぎをみじん切りにしていきます。これシラントロです。香草ですね。お花がね、来年のために種を作らせようと思ってほっといたんですけれども、大きくなりすぎちゃったのでちょっと収穫してきました。いい感じに焼けました。はい、それではお皿に盛り付けていきます。まずはこのこんがり焼けたポテトを下に引いていきます。その上にたっぷりのチリを乗せていきます。次にたっぷりのチーズソースをかけていきます。もうちょっとサラサラにしたい場合はお水を付け加えても構いません。最後にトッピングを乗せて完成です。もしレモンやライムがある場合は味変で果汁を絞ってあげるとまたさっぱりして美味しくなります。食べてみたいと思います。美味しい。チーズチリフライズっていうのはアメリカで有名なご飯なんですよ。で、結構ジャンキーな方であんまり健康的なものとはされてないです。例えばですね、野球場とかバスケの試合に行くとこうやってね、フレンチフライ、ポテトの上かトルティーヤチップスの上にこうやってチーズのソースとチリーズがねかかって食べる、本来はジャンクフードです。なんですけれども、今回は健康的にたくさんの野菜を入れて作りました。でね、ポテトの方も本当にオイルも何もつけないでオーブンで焼いただけということで本当に健康的です。子供でね、野菜が苦手なお子さんでも本当に野菜を食べてるっていうのを分からずにパクパク食べてくれると思います。うちのね、子供たちも本当に大好きで食べてくれます。ということで、はい、今日はチーズチリフライでした。はい、いただきます。Chili fries, homemade, really fresh. Very good. And it's probably really healthy too. That's really surprising. It tastes really good. 今日は私たちの近くにある山の頂上付近にある湖に遊びに来ました。ユタは夏がとても短いんですが、こうやってローカルたちは週末になるとアウトドアを楽しんでいます。ユタは街を外れると本当に大自然が広がっている場所がたくさんあって、このユタに住めることを毎回感謝しています。この自然なんですが、私が育った静岡の田舎にそっくりだなって思ったことがよくあります。と思いきやヨーロッパのアルプス地方にね、また似てるような感じもあって本当に素敵だなって思います。今日は冷凍のサモサを使ってインド料理を作っていこうと思います。こちらがですね、乾燥のレンズ豆です。これを使ってスープのダルを作っていこうと思います。豆料理が続いているんですがご安心ください。これはチリフライズを作った1週間後に撮影しています。なんとですね、息子2人とも熱が出てしまって看病しておりました。ということで今回は緑レンズ豆を使用しています。
ターメリックを入れて煮た後にまたこちらもブレンダーで攪拌していきます。でこちらトレーダージョーズで買ってきたオーガニックのトマトです。これを2つ使います。パクチーですね。トマトは角刈りにしていきます。こちらとパクチーはスープに入れます。油を注いでスパイスを揚げ焼きみたいな感じにしていくんですが、今回ココナッツオイルも付け加えることにしました。入れたスパイスはクミンシードとシラントロの種ですね。こちら乾燥したものなんですが、庭で採れた種を入れてもよかったかななんて後で思いました。いい香りが立ったらここへパクチーとトマトを加えて炒めていきます。油がすごい飛び散りますので、ここは気をつけてください。ここでトマトの角が崩れてくるまで炒めていきます。そしていい感じに炒まったら、こちらのスープのベースのレンズ豆の方に先ほど炒めたトマトを加えていきます。そしたら結構シャバシャバになるくらいまで水を加えていきます。そしてここにお塩を加えて味がまとまるまで煮込んでいきます。スープを煮詰めている間にこちらの冷凍のサモサをエアフライヤーで火を通していきます。見てください。この一口サイズで本当に可愛くないですか？そして最後にサモサの付け合わせのミントチュテニンを作っていきます。こちらのミントはお庭から摘んできたものです。そこへ香草も付け足していきます。もう種がなってしまって葉っぱがあまりなかったので、私は種を加えることにしました。そしてニンニク1かけとここでハラペーニョも加えています。こちらはね、辛いソースになります。そしてレモン汁を絞ってお塩を入れて味を調節していきます。生姜も入っていましたね。私は今回2かけ入れました。そして最後にお水を入れてブレンダーで攪拌していきます。このミントチュテニーはサラサラな方がレストランに出てくるようなクオリティに近づくと思います。はい、というわけで簡単にミントチュテニーができました。緑色が鮮やかで素敵じゃないですか？これがあるだけでサモサが本当に美味しくなります。はい、ということでサモサも出来上がりましたので盛り付けていきます。このヴィンテージの可愛いお皿はですね、トニーのおばあちゃんからいただいたものです。ブレンダーに残っているチュテニーがもったいなかったので、お水をちょっと足して容器をね振ってきれいにしてから付け足しています。ということでサモサのアペタイザーが完成しました。いかがですか？そして今回2回目の登場のナンです。こちらのナンはね本当に美味しいんですよ。中東だったりインド系の料理には抜群に合いますので、もうぜひ試してもらいたいです。今回はちょっとコクを出すために焼き上がった後にバターを付け足しました。そして、出来上がったダルを盛り付けて完成となります。どうですか？こんな感じに盛り付けていくとインド料理店に来た感じがしませんか？インドカレーとなるとちょっと難易度が上がって作る気失せるわってなるんですけれども、ダルだと本当に簡単にできるのでおすすめです。Is it good, Henrik? Yes. No, no, no. Try the soup, Henrik. No, you put it right here. I'm gonna steal all this food and eat it all. You don't eat it? I'll eat it all. It's so good. No, don't eat all. Don't eat all. Are you gonna eat it all? No, I want to eat all. No, Mama. Henrik will eat it all. Mama will eat it all. Yeah. Yummy. You guys like it? Look, this is really good. Juno. 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 You put it on top of the bread. Is this olive oil? Butter. It's better. Dada. You know our taste. Dada. Butter. Huh? I want Juno, please. 今日ご紹介していくのはこの鶏肉のミートボールとビーガンのケールのペストを使ってペストの
パスタを作っていこうと思います。ここにですね、ミニトマトとあまりでひよこ豆があるので、これをローストしてパスタの中に加えていきたいと思います。これはヤシの実でできたパスタなんですけれども、グルテンフリーで、健康的っていうのもあるので、今回初めて買ってみました。ちょっとね、見た目がレトルトのバッグに入っていてあんまり美味しそうじゃないので、ちょっと試してみたいと思います。こちらがですね、メキシコに行く前に唯一撮影した日になります。このレシピは本当に手抜きしたい時に作るもので、トマトだったりとかひよこ豆を入れなくても作ることができます。こちらのひよこ豆はですね、パスタに食感のアクセントを加えるために入れようと思いました。ということで、オリーブオイルをまぶしてエアフライヤーでカリカリになるまで焼いていきます。そして付け合わせのトマトは半分に切って置いておきます。肝心なペストを混ぜるところを撮影していなかったんですが、これは別日にまた同じように作った時に撮影しました。こんな感じでパスタが茹で上がったら、ペストとその他の材料をすべて加えて完成となります。いかがでしたか？本当に簡単にできてしまうレシピです。なんですけれども、見た目は美味しそうで本当にいい感じにできてませんか？ここにトニーが買った食べかけのフォカッチャがあったので、こちらもトーストしました。はい、完成です。ということで、自分の分もできたので早速食べていこうと思います。本当に20分ぐらいでできちゃいました。多分パスタを2種類用意しなければもう本当に15分くらいでできちゃう料理だと思います。普通に美味しい。この麺びっくりしました。いただきます。美味しいです。ヤシの実の麺は本当に見た目にそぐわず美味しかったです。こちらはグルテンフリーですし、糖質制限をされている方にもぴったりだと思います。はい、以上ケールのペストパスタでした。ということで、トレーダージョーズの購入品を使った夕食紹介をお届けしましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？もしよければ感想などコメントで教えていただけると嬉しいです。さて、次回の動画はなんと家族28人でのメキシコ旅行 Vlog、賑やかで楽しい様子をたっぷりお届けする予定なので、ぜひお楽しみにしていてください。それではチャンネル登録もしていただけるととっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ななみでした。こちらパティオをね、汚かったのをきれいにしました。トニーがバーベキューをしてくれるときに詳しく紹介したいと思います。それではバイバイ。